カエルのお医者様。カエルのお医者様は、本当はカエル王国の王様でした。王様として国中を見回っているとき、国の中にはカエルだけでなく、小さな動物や虫たちが大勢いて、おのおのが食べ物に困っていたり、怪我をして動けなくなったりしているのを目にしました。若い王様は国の政りごとは信頼できる大臣たちに任せ、医療の勉強をしてお医者様になったのです。お腹に水の溜まったおじいさんガエルを治したり、蛇に足を食いちぎられた若いカエルには義足を作ってあげたり、飛べなくなったトンボの羽を直してあげたりしていました。サワガニのキーコの一家も、ハサミが使えなくなったおじいちゃんの手を直したり、動けなくなっているおばあちゃんを安全な病院に入院させてもらったり、とてもお世話になっていました。おじいちゃんもおばあちゃんも長生きして、安心して空に登ってお星様になりました。カエル先生の病院にはたくさんの患者が押しかけ、先生は大忙し、入院できる病棟も新しく大きくなりました。サワガニのキーコの仲間たちも人間の子供に足をむしられたり、大勢捕まって唐揚げにされたりしていましたが、これもカエル先生が安全な池を作ってくれて、静かに楽しく暮らすことができるようになっていました。キーコたちは水草や苔のほかにトマトや柔らかなパンが大好きです。病院のお姉さんはお料理すると必ずキーコたちに歯切れを分けてくれました。カニたちはわっしょいわっしょいと自分の体より大きなパンの端やトマトを背負っておのおのの家に持ち帰り、家族で一緒においしく楽しく食事するのでした。みなカエル先生が大好きでした。カエル先生がどこかに行ってしまうなんて考えられないことでした。ところがカエル先生は皆のために働きすぎて病気になっていらしたのです。それでも熱心に往診して励ましてくださる先生の体調に気づかず、先生を頼り続けたのです。先生はある日、冷たく動けなくなっておられました。お月様の国に召されたのです。先生のお体は銀の馬車に乗せられ、馬追い虫の10頭立ての馬車には、鈴虫の4人のお姉さんが付き添って、お月様に向かって旅立つ日が参りました。お世話になった皆はお見送りをいたしました。皆、胸がつぶれるくらい悲しくて言葉もなく涙で見送るしかありませんでした。ところが、サワガニのキーコがいないのです。先生に一番お世話になったというのに、キーコはなんとボランティアの会合ということで遠くまで出かけていたのです。お見送りのために欠席することもできたはずなのに、その時のキーコは大勢のお見送り式とは別の日に先生の奥様をお慰めしながら長い間のお礼を申し上げたいと考えてしまったのです。実際帰ってからそのようにしました。1年が経ちました。一周忌に参列してくださいますかと奥様はわざわざキーコにお声をかけてくださったのに、その日もキーコはボランティアの用事があって行けませんでした。奥様はわかりましたと寂しげにおっしゃって少しも責めたりなさいませんでした。その後もキーコの家族たちはカエル病院のお世話になり続け、
長い間皆健康に過ごすことができていたのです。キーコも年を重ね、自分を振り返ることが多くなったとき、お式の日、一周忌の日の無礼を申し訳なかったと深く苦しく激しく思うようになりました。もうどう自分を責めたところであの日は戻っては来ないのです。自分を責めることしかできないのかと毎日思い悩むようになりました。満月の夜でした。お月様はまん丸く銀色に下界に光を送ってくださっていらっしゃいました。ふと足元を見ると、使いかけのパステルの箱が落ちていました。そうだ、馬追い虫さんの足は細い。スイッチョスイッチョと一生懸命走っても、いまだお月様にはついていない。このパステルで沢ガニの皆の背中を塗ろう。きれいなお花畑のように、一匹一匹動き回るお花として空の上からカエル先生に見ていただこう。キーコは仲間たちの小さな甲羅にパステルで色を塗り始めました。仲間たちには嫌がる子もいましたが、だんだん面白がって背中を差し出すようになりました。沢ガニの子供たちは卵から帰ったときはとても小さく、お魚に食べられてしまうことが多く、甲羅が1センチくらいになるまでは目が離せません。その代わり1センチまで育つと、とても早く走り回ってあちこちに遊びに行きます。これも目が離せないのです。木にも登ります。網戸だって平気。パステルの色数が日に日に増えてきました。小さな色の甲羅も集まれば絵のように見えるのです。カエル先生、見えますか？こんなことしかできませんが、あの日のこと許してください。こんなこと何にもならないことはわかっています。それでもキーコは赤い大きな爪を持った仲間の猛者、圧巻真っ赤の背中にも勇気を振るって塗りました。皆優しく協力してくれました。そんなことで許されるはずもないのに、お月様にかける馬追い虫さんの足が折れませんように、鈴虫さんの羽が擦り切れませんように、カエル先生が気づいてくださいますように、動き回る小花たちに笑ってくださいますように。銀色のお月様、無事にカエル先生をお迎えください。キーコはすすきの陰から今夜もお月様に祈ります。おしまい。